四つ折りにしたペーパータオルに水をたっぷり注ぎます。ペーパータオルにはエンボスがかかっていますので、上下左右に軽く引っ張って平らにしておきましょう。トレーシングペーパーの一つの角をペーパータオルに合わせて軽く押さえます。ペーパータオルに乗っていない部分を裏側に折り返します。伸びたところで元に戻して作業しやすい方向にパレットを回します。向こう側を2センチ残して軽く引っ張って貼り付けるようにします。平らなものを使ってトレーシングペーパーを十分に伸ばしましょう。ペーパータオルからはみ出したところはこのままにしておくと乾いてしまいますので、きちんと裏側に折り返しておきます。トレーシングペーパーを折り返すときには必ず大きくめくって折り返してから元に戻します。トレーシングペーパーを十分に伸ばすために水を多めに入れてあります。ちょうどいい水の量にするために1秒間に2滴の水の動きになるまでじっと待ちましょう。トレーシングペーパーが十分に伸びていなかった場合には平らなものを使ってシワを伸ばしておきましょう。表面に残った余分な水を吸い取っておきます。メディウムの分量は絵の具の半分量から同量までになります。トレーシングペーパーを傷つけないようにパレットナイフで丁寧に混ぜましょう。メイクアップ用のスポンジに絵の具をたっぷりつけて4、5センチの大きさのローディングゾーンを作ります。もう一度絵の具をたっぷりつけてローディングゾーンが平らになるまで軽く叩きます。スタンプ用のアクリルブロックを用意します。スタンプの裏側の台紙を剥がして中央に貼り付けます。スポンジを軽く持って中央から外に向かって軽く叩くようにして絵の具をつけていきます。表面から1センチ以上離さないように注意してください。ちゃんと絵の具がついているかどうかきちんと確認しましょう。中央部分の模様がはっきり出るように強い圧力をかけます。周りは指先で軽く押すだけで十分です。スタンプを使い終わったらウェットティッシュを使って絵の具をきれいに拭き取っておきましょう。模様の奥まではきれいにはなりませんが、使う部分はきちんと掃除ができています。スポンジを使って絵の具をつけていきます。まず中央から始めて、外に広げるようにつけていきます。力を入れすぎると、絵の具がたくさんつきすぎてしまいます。いつも同じ力で1センチ以上離さないようにして絵の具をつけていきます。
スタンプの位置がはっきりわかりますので、好きな位置に合わせることができます。このスタンプは小さいので、やはり不安定です。取り替えるのが面倒な面もありますので、使う予定のスタンプを全部貼り付けておくことにします。スタンプの位置を合わせて、中央にやや強く圧力をかけ、両端の細い部分には指先で軽く圧力をかけます。スポンジを使って絵の具をつけていますので、必要な部分にだけ絵の具をつけることができます。次は模様が密集したレースのスタンプを押します。絵の具が少し余分にいりますので追加してください。少しずつ上下にスポンジを動かしながら絵の具をつけていきます。端まで行ったところで塗りムラがないかどうか確認してください。最初の方は絵の具が多すぎる場合がありますので、つけ終わってから少し吸い取った方が均等に出来上がります。両端に体重をかけて、中央に体重をかけて、端の押し漏れを防ぐために上下に軽く体重をかけて持ち上げます。同じようにウェットティッシュで掃除をして台紙に貼ってしまいます。このスタンプも細くて安定しませんので、反対側にもう一本スタンプを貼っておきましょう。軽く絵の具をつけるようにします。細いスタンプですから、指先だけの圧力で十分です。体重をかけないようにしましょう。クリアスタンプは柔らかい素材でできていますので、曲げながらアクリルブロックに貼ることができます。外側を少し引っ張るようにしてアクリルブロックに貼り付けます。細いスタンプですので、スポンジに力を入れないように丁寧に絵の具をつけましょう。細いスタンプですので、指先で軽く押すようにしましょう。押しすぎると太い線になってしまいます。